ハリアーのハイブリッドモデル、小さな長所短所その1。パーキングサポートブレーキってどんな感じ？ということで、ごく低速時の自動ブレーキが作動した時の様子です。自身の駐車場で前から止めている場面です。パーキングサポートブレーキを使って前へ寄せてみたいと思います。パーキングサポートブレーキって停車時とかに使う速度の自動ブレーキになります。今ね、メーターにピントが合っていますので、メーターを見ててください。すごくね、明るく光ります。私有地なんでね、ちょっと手持ちです。前方です。さあ、これがこんな感じでね、大きく赤くブレーキって光って自動で止まります。P レンチにします。音消えました。ちょっと外に出てね、どれぐらい揺れたか見てきます。これぐらい揺れています。拳1個ちょっとかな。拳1個半ぐらい。試乗時に感じた小さな長所短所、いわゆる小ネタです。今回は80系ハリアーのハイブリッドモデル、2024年式のグレード G、価格は410万円。映像は昼夜切り替えながらテンポよく進めていきます。途中する自分の髪の毛、髪の毛がね、ちょっともじゃもじゃだったりしますけれども、撮影中気にせず全力で撮影していますので、すいません、そこもさらっと流してください。それでは良いも悪いもミックスしての15箇所、順不動で始めていきます。小ネタ2つ目、パワーテールゲートに挟まったら、もしね、電動で開閉するハッチに挟まっちゃったらどんな感じかなと、どんな力加減かなとね、試してみました。じゃあ次は途中で障害物が挟まったらどうなるんだろうというのをね、試してみます。自分もね、初めてです。じゃあとりあえず開けますね。開けて、じゃあ閉めます。キャー、挟まっちゃった。ちょっとね、手にグッてきて下がるぐらいの感じかな。ですぐね、止まってくれますね。で、多分ね、次は安全のために上に開くと思います。ちょっと押してみますね。で、感想は挟まれても全然痛くなさそうというか、慎重な設定にされている様子でした。ここから察するに逆方向、開けるときにもし後ろの障害物に当たっちゃっても、最小限で止まってくれそうかなと。ゴツッと来た時にね、ピタッと止まる、そこまでのレスポンスはなさそうなので、無傷ってわけにはね、いかないでしょうけれどもね。余談ですが、パワーウィンドウ、窓のね、パワーウィンドウに指挟んで試したこともありまして、でもこっちはね、もう怖くて二度とできないほどの恐怖症になっています。じゃあすいません、次行きます。デジタルインナーミラーの夜間の映り方、印象について。デジタルインナーミラーのいいところは、リアの乗員が邪魔にならず、ここね、今後ろしていますけれども、全然ね、それが頭が入らない。それが一ついいところなんですけれども、もう一つ、夜間ね、後ろを見るときに、すごく明るく光ります。まず暗いところは持ち上げられて明るくなって、逆に明るいところはレベルが下げられて眩しくない。後ろのね、ヘッドライトとかはそんなに眩しくないように映ります。このあたりよく考えられてますよね。でね、明るいところに止めている時なんかは、後ろの車のね、乗員の顔まで見えちゃうぐらいの感覚で明るく調整してくれています。操作はね、タッチ操作ではないです。ここあたりにスイッチがありますので、これを押して調整する形です。ここら辺をね、押してもそれは反応してくれなかったです。すいません、もう一つ。このデジタルインナーミラーなんですけれども、眩しくてどうしようもない時は、暗くすることができます。ここ通常のミラーでね、折りたたむように、この下にあるところをペコンってやると、ワンタッチで消えます。眩しくてどうしようもない時は、これを使うような形でしょうか。続きましては、フロントシートの頭上のあたりで、長所というか短所というか、特徴を感じた部分、2つ続けていきます。夜間のルームライト。夜間のルームライトは、この真下をね、そのまま照らしてくれるわけではなくて、結構広く拡散して照らしてくれる感じです。ちょっと下映しています。この辺りはね、あんまり照らしてくれないです。その代わりに、どちらかというとね、運転席と助手席のお股のあたりを狙うような感じでね、照らしてくれるところが、いいところかなと思いました。じゃあ続きましては、助手席前の艶が消されているというハリアーの魅力と、それからね、オーバーヘッド部の美しさの話です。まずね、艶が消されていて、この辺で目立つのは、もうほんとこのぐらい、ごめんなさい、噛んじゃった。目立つのはほんとこのぐらい、この辺と、この車ですとね、ナビパネルの周りがちょっと目立ちますけれども、そのぐらい。で、代わりに、上がね、すごく艶があってね、立派なんですよね。
で、ここ、つけた感じとか夜どんな感じかっていうのはね、ちょっと映像を差し込みます。小ネタ6個目。ステアリングが電動で上下と前後する電動チルト&テレスコピックについて。まず動いてる様子はこんな感じです。優越感あるというのもありますし、機能的にもね、ささっと微調整できるのがポイントです。ドラポジにこだわられる方とかね、すごくありがたい機能なんではないでしょうか。また、車から降りるときに、ハリアーではシートは後ろに下がらなくて、ハンドルだけ邪魔にならない位置に移動してくれます。そして、この時の動きが設定できます。前後か上下か固定かと。でね、なんでこれが選択できるのかという点で思うことが2つ3つありまして、ただこれ長くなっちゃうので別の動画で述べさせていただく予定です。では次いきます。センターコンソールとコンソールボックス、それからアームレスト、そしてリアシートに関する部分を続けていきます。じゃあ続きまして、このセンターコンソールの立派な部分とアームレストの幅について触れさせてください。まずね、ハリアーこれ前に行くほど広くて、ここね、すごい幅があります。立派ですよね。しかもラウンドされていて、表面は艶が消されている。で、このアームレストの部分、ここもね、いいところが2つあります。まず、前後にスライドします。ごめんなさい、3つだ。それから、これね、パターンっていかないように抵抗が入っていて、途中でもね、止まるような感じ。で、そんなにね、きつくもないし、ギシギシも言わないです。で、あとね、この幅がね、20センチ前後あるんですね。なので、2人でもね、ちょっとずつ遠慮すれば使えるような感じかな。自分が1人で使っちゃうとね、こうなりますけれども、このぐらい遠慮すれば2人でも使える。で、助手席の人がここに腕乗っけてきてもね、シートセレクター邪魔になりませんから、普通に操作ができる。この辺ね、いいところですよね。これ1人分しかない車で、ちょっと肘どけてってごめんねっていうのってちょっとね、嫌だったりするんですよね。あんまり親しくないと。なのでこれいいかなと。ハリアーのリアシートでいいなと思う点を2つ3つ挙げさせてください。まずは、幅の広いアームレスト。もう余裕でね、フロントのアームレストより広いので、余裕で2人で使えるサイズがあります。もう喧嘩しなくていいね。で、あと、シートバッグ。シートバッグはね、このハリアーのリアシートでいいところが詰まっています。まず、宣伝しやすい部分としては、アピールしやすい部分としては、リクライニングがね、結構大きく動きます。よいしょ。それから、背もたれ、下の方にボリュームがあって、ここが体を支えてくれます。気持ちいいね、ランバーサポートというにはちょっと下の方なんですけれども、シートとのね、体の密着感が増して、すごくいい位置です。で、あと、こう縦溝が入っていまして、横方向の体の揺れをね、これで支えてくれます。ただちょっとね、短距離の場合はゴツゴツ感が目立つかもしれませんけれども、10分20分座っていると同じにきますので、いいところをいっぱい味わえると思います。で、あと、シートバッグの上の方。ここもね、ボリュームがあって、多分ね、体が大きい方でも不満ないサイズだと思います。で、あとね、もう一個付け加えますと、ヘッドレストね、伸ばしても伸ばさなくても、座れるような、形をしています。じゃあ、あと合わせてね、リアシートでいいところ、前方の見晴らしに関する部分。やっぱりね、この真ん中が大きく空いている。この辺りはね、最近結構幅が広い車増えてきましたので、ハリアーに限ったことではないと思います。でもやっぱりね、見晴らしいいですね。座る位置はそんなに高くないんですけれども、開放感ね、十分です。で、あと少しでもというところで考えますと、このシートの肩の部分、ここね、ちょっとでもなんで、ヘッドレストもね、上の方はこのくらいの幅なんでね、すごく絞られていて、ここはボリュームがあってね、立派といった感じです。なんか外から見るとね、ハリアーの窓ガラス、天井こう狭そうに見えますけれども、中から見るとね、不思議と狭く見えないといったところがね、ハリアーの、ガラスリアシートだと思います。あと、ウィンドウは4席ともにオートの上げ下げの機能がついていました。じゃあ次、メーター内に表示される運転支援機能がわかりやすい。運転支援装備の稼働状況はここでわかりやすく表示されます。ちょっと切り替えてみます。リアクロストラフィックアラートなど装備されていると、それもね、この下の方に出てくる形になります。覚えにくい専門用語も、これならスッとね、消化できます。逆に LDA とか LTA とか、そのあたりは相変わらずです。アルファベットの A が、LDA の A とかね、LTA の A というね、この A がね、アラートという場合と、アシストという場合があるのがね、複雑化させているなと思っています。アラートとアシストじゃね、全然逆方向の意味になっちゃいますからね。そうしましたら次です。小ネタ10個目。気軽なところでバックチャイムとウインカー音をいきます。
では続きまして、音に関する部分で、バックチャイムとウィンカーの音を鳴らします。まず、バックに入れます。この状態でウィンカーをつけます。これ、ウィンカーの音消えますね。バックに入ってるときは、この音だけになります。ちょっとこの状態で P に戻します。ウィンカーの音聞こえてきました。コッコッコッコって感じかな。こんな感じになります。いつものイメージですと、上級モデルでは両方同時になってくれるイメージだったんですね。でもハリアーは違う様子でした。様子っていうのが、もしかしたら設定で変更できるかもしれないという可能性があります。自分は両方同時になってくれる方が好きです。気軽なところでもう一箇所、フロントカップホルダーの小ネタです。続きまして、センターのカップホルダーがかさ上げして便利という点をね、実際にこのセブンイレブンのレギュラーサイズ、このカップを入れて試してみたいと思います。通常の状態ですと、これでね、もういっぱいいっぱいなんですよね。ちょっと取るの大変。蓋を持ってあげなきゃいけないような感じになります。で、ハリアーには魔法の小道具がこの中に用意されています。開けるとね、こんなね、ちょっとしたものが出てきまして、これをこの中にセットします。そうすると、入れますね。こんな感じ。一つね、段が上がって、取りやすくなります。で、多分、つないでも当たりにくくなるんじゃないかな。下の方が細いですからね。で、ストッパーが前後に1個ずつついて、計4個ストッパーがついているんですね。で、ちょっとせっかくなので、隣にペットボトルを入れてみます。ペットボトルを入れるとこんな感じ。これはもうね、かさ上げしない方がいいですね。上げるとね、もう相当不安定になっちゃう。これでちょうどいい。でもできればね、ペットボトルはドアポケットに入れた方が、このシート操作の邪魔にならずね、いいと思いました。続きましては、ボディの見切り。コーナーでも狭いところでも、駐車場でも気になる車両間隔の取りやすさについて。良いのは、A ピラー根元がすっきりしていて、全体的にも太さを感じさせない A ピラー。邪魔に感じにくいです。で、ボディの前方。ボンネットは覗き込むと見えます。前から寄せるときに、これがね、心理的に安心です。困ったら覗き込めば良いとね、そう思うだけで、余裕が、心の持ちようがね、違っていきます。逆に感覚的に圧迫感を受けるのがナビモニター。高い位置にあって、出っ張っていて、ルームミラーとの間隔も詰まっています。左前がストレスなく見えるかどうかっていうのがね、これがやっぱり車の間隔の取りやすさにすごく重要で、いいと言うとね、運転しやすさにね、関わっていきます。小ネタ13から15個目。運転席右側に関する部分で3ついきます。じゃあね、ちょっと小ネタで、この右側、運転席の右側で映るところを3つまとめていきます。1つ目、ワンタッチウインカーにつきまして。この車ね、なぜか、ごめんなさい、ワンタッチウインカーがね、オフになっているようなんですね。で、これ戻っちゃってウインカーもいかないです。どっかで設定でね、変えられると思うんですけれども、ちょっと自分わからなかったんですね。分かったことは、何か設定することで、ワンタッチウインカーをオフにできるということがね、分かりました。あと操作感はね、心地いいです。そんなに重くない。軽い感じでね、コクって動きます。で、その下もう一個いきます。給油口、フューエルリッドの開けるスイッチ。これがね、ちょっとここにあるんですけれども、プッシュタイプです。これがね、夜光ってくれて、夜でも分かりやすかったです。多分ね、これ光ってくれなかったら自分は分からなかったんでね、嬉しい機能だと思いました。で、続きまして、下行きます。ヘッドライトのオートのスイッチ。で、もう一つが、アダプティブハイビーム、オートハイビームについて。ハリアーのグレード G は、アダプティブハイビームとのことで、複数の光源を持つタイプです。で、これ使ってみたら、前走車をめきっと照らしていて、不安になった場面がありました。前の車のね、バンパーのあたり、ブワーってこうね、光っていて、あれ、これ結構ハイ的にね、光らしてるのかなって感じた時があったんですよね。で、これ自体はね、他社でもありますし、そうなってくると大事なのは手動との切り替えの方法です。ハリアーですと、右下のメインスイッチをオフにするか、パッシングのようにね、レバーをパチンと手前にパチンと引くか、どっちかだそうです。手前に引くのがね、一瞬ハイビームになる、感覚だったのかな。一瞬ハイビームになったような感覚なので、これちょっとね、使うの勇気がいります。なので、ポジションを手動オンのところに回したら、レバーについてるね、
ヘッドライトの操作のところで手動オンのところに回したら、オートも解除してくれたらいいのになと思いました。結構ね、結構というかそういう車もあります。で、あとね、通常の廃炉切り替え式のオートハイビーム。この場合でも操作は一緒です。グレード S がそうなのですが、運転してる時思ったのがね、もう積極的に肺側使うねと。結構ね、こう、肺側使うの早いし、っていうのを思いまして。で、あんまりね、積極的すぎちゃって、ちょっと自分の感覚とは異なっていたので、こっちはメインスイッチを切って走行していました。この他にも取り上げたい点があったのですが、動画長くなってくるとテンポがね、悪くなっていっちゃうので、やめておきました。取ってきたのは、そうね、例えばシートの作りとか硬さとか、あと MT モードがついたシフトセレクターとか、それからボディデザインに関する部分とかね。こうした部分とか、塗り味に関する内容、それからガソリンモデルとの比較など、別動画で取り上げていく予定です。できましたらチャンネル登録してお待ちいただけましたら嬉しいです。以上、間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。